今やってるその作業、どうしたいんですか？どうですか？答えられますか？ということでおはようございます。今回は作業の工程の中でどうしたくてこの工程を入れたか一つ一つ理由があるので、それを解説していきます。これはどんな仕事にも当てはまると思うので、ぜひ参考にしてみてください。金丸補修の動画は 100% の正解ではなく、ゴールへつながる一つの道だと思ってください。この道を行けばどうなるものか、迷わず行けよ。行けばわかるさ。では行ってみましょう。金丸補修株式会社。まずはこの事例から見ていきましょう。まずこのフローリングにどんな色のハードワックスを入れるかです。この濃い木目と同じような色を選びましたね。なぜこれを選んだかというと、この薄い色に合わせた方が傷に対しても面積が広いし楽なんじゃないかと普通は考えると思いますが、しかし濃いパテを入れるのは僕の得意パターンに持っていくためです。僕の得意パターンとは、濃いパテを傷に入れて薄い木目色で木目を残して消していくのが得意パターンです。この塗り方をすると濃い木目がわざとらしくないんですよね。逆のパターンで薄いパテを入れて濃い木目を描いた時、木目描きましたって感じで結構わざとらしくなったりする時があります。こんな感じで自分の得意パターンを持っておくと、どんな状況からでもそこまで持っていけば自分のテリトリーに入るので、作業がすごくしやすくなります。完成がこんな感じです。いい感じですね。次の事例は浅いへこみ傷です。この場合には半透明のハードワックスを使います。これは下の色を作った面に映し出してくれるので、色を入れる必要がありません。はみ出したパテを拭いていきます。これはできるだけきれいに取って研磨する量を減らしています。面を整えるために研磨しています。周りも軽く研磨しているのは最後のツヤスプレーを食いつかせるためです。これで完成。いい感じですね。次の事例は下地処理についてです。まず傷をよく見ていきましょう。ここが膨らんでますね。この膨らんでる部分は膨らみ始めから膨らみ終わりまで全てカットしなければパテを入れても綺麗な面は出ません。ではどんな感じにカットするか見ていきましょう。初心者の人に結構多いんですが、補修する範囲を広げたくなくてこじんまりカットしてしまって、膨らんでいる部分がまだ残っていて綺麗な面が出ないというパターンがあります。面を出すために下地処理するので、必要な分はしっかりカットしましょう。結構膨らんでいたので広くカットしています。ここで偉人の名言です。今日はスティーブン・ホーキング博士です。間違っても気にする必要はない。この世に完璧なものなんてないのだから。欠点がなければあなたも私も存在しない。僕の偏見だとは思いますが、物理学者やのにめっちゃ人間味のあるいい言葉です。次の事例はこういう風に短パンが剥がれている状態です。こういう剥がれ方をしていると周りも少し短パンが浮いていたりします。こういう場合は何を埋めるか見ていきましょう。瞬間接着剤で埋めていってますね。これは周りの浮いた短パンをくっつけるのと同時にしっかりとした下地を作っています。このように一つ一つの工程で自分がどうしたいのか考えていくと答えが見つかる時もあります。普段は僕たちも下地処理をしてパテを入れて研磨して色つけてツヤを拭いて直すという工程をやっています。でも傷は人間のように様々で10傷十色です。なので困った時やどうしたらいいのかわからない時、自分にどうしたいんやと問いかけてみてください。最後に20年越しで新事実が分かった怪談話の特典パートがあります。ぜひ楽しんでみていってください。ためになったなぁという人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。これは約20年前に僕が大学生の時に経験した実話です。大学で結構破天荒な K 君という人とめちゃくちゃ仲良くなりました。遊んでいく中で K 君は僕に、俺霊見えんねん、お前にちっちゃい筋肉マンみたいなんついてるわとか言うから、僕はまたおもろいこと言うとんなみたいな感じで聞いてました。ある日奈良の五位堂にあるK 君の家に行って、そこから車で大阪の富田林に行ってバスケしたりして遊ぶことになりました。五位堂から富田林に行くときに山を越えなければならなくて、その山にどんずるもという心霊スポットがあると、横通るけどええかと K 君が僕に聞いてきました。僕は全然横を通るだけならいいよって感じで返しました。
車を走らして横通るときに K 君がここやねんと言いました。僕は不気味なところやなと思いながらスーッと通り抜けていきました。その後 K 君が嫌なこと言うてくるんですよ。お前ついてきとるわ。僕はまた言うとるわっていう感じで、その後バスケして K 君家に戻って泊まって朝5時 K 君が最寄りの駅まで送ってくれてまた言いよったんですよ。お前まだついてるわ。僕はあんまり気にしてなくて、その日一日過ごして夜寝ました。朝起きたら母親が僕にこう言ってきました。あんた夜昨日めちゃめちゃうなされとったで。僕はそれもあんまり気にせず、また一日を過ごしました。僕の家は1階に親父の部屋、トイレ、洗面、キッチン、居間があって、2階に親父の仕事部屋と広めの部屋で子供部屋兼みんなで寝る部屋があります。その日僕は疲れて一人で1階の居間で寝てしまいました。夜中なんか目が覚めてゆっくり目を開けてみると、天井にろうそくの火でゆらゆら光る灯籠がいっぱい吊り下げられていました。怖思て、そこから飛び起きて2階の自分の寝るとこまで行って寝ました。次の日朝起きて1日過ごしてまた夜、怖いんでみんなが寝ている2階の自分の場所で寝ました。ほんでまた夜目が覚めて体を動かそうとしたら全く体が動かない金縛り状態。その時の僕は寝ぼけてたのもあってか、心の底からだると思ってすぐまた寝ました。次の日からそういうことは全くなくなりました。多分こいつについても意味ないなと思ったんやと思います。ほんでこの話がしたくて、いろんな人にドンズルモって知ってるって聞いて回ったんですが、結構みんな知らへんなって人ばっかりで、20年経ったんですが、やっと最近ドンズルモを知ってる人に出会いました。そもそも僕ドンズルモって話し言葉で聞いただけなんで、漢字も全然想像ついてなくて、どういうことがあった場所かも全く知りませんでした。なのでそれを聞いてみました。その方曰く、もともと防空壕でそこの中で亡くなった方も多いと。で、現在自分たちもそこは通らないようにしていると。で、家帰ってよく考えたら、防空壕？灯籠？めっちゃ伏線回収してもうてるやん。20年前の伏線今回収ってどういうことやねん。20年経ってやっとピリオドを打てた僕の経験談でした。本編よりこっちの方が長くなってしまってますが、ちょっと許してください。本編忘れそうなので、本編の内容は自分にどうしたいんかを聞くということです。思い出してください。最後に僕の動画にもスーパーサンクス機能がついたので入れてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。